me back again tomorrow when you're sober. Signals fading, I got somewhere else to be. I'm an angel cause I love you when you're broken. こんにちは、IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。今回は IKEA の最新の新商品を紹介していきます。今回可愛い小物が本当に多くて、うっかり衝動買いをしてしまいました。最新情報も入れようと思ってますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずはデコレーションアイテムから紹介します。アートに可愛いのが出てました。こちら実物を見るのとっても楽しみにしていました。結果結構良かったです。フレームがね安っぽかったりするのかなと思ったんですけど、普通にザラッとした質感もあり、このテカテカしたビニールって感じじゃなくて良かったです。でこれはポスターじゃなくってこのアートという風になってます。今回この3種類が出てまして、とても可愛いですよね。私このグレーのね鳥さんのちょっとうっかり買いそうになったんですけどあんまりにも可愛くてずっしりと重さがありました。おかげで衝動買いは免れました。こちらのフレームセットもとても可愛いです。この大きさ違いのが8点もうセットになったものです。中のポスターも一緒にセットになっています。求めて一気にウォールデコレーションしたい時に良さそうです。あと他にもパネル類も新しくいろいろ出てました。でオンラインで見て気になってたアイテム、こちらなんですけど、こちらね刺繍になってんのかなと思ったら、これはさすがに印刷でしたね。刺繍だったらめっちゃ可愛いですよね。遠目で飾るにはいいかもしれないですけど、買おうとしている方ご注意ください。あとはですね、 IKEA で定番のフレームにアートがあらかじめセットになったものもいくつか新しいのが出ていました。IKEA でアートを買うと全世界の人と被るっていう問題があるんですけども、こうやってシーズナルで入れ替わってしまうので、ほとんどのものはあんまりそこまで気にならないのかなと思います。ここのデコレーションが新しく変わってて可愛かったです。はい、ルームセットを紹介します。新商品を可愛く取り入れたお部屋になっていました。まず奥のビリーっていう本棚の上のデコレーションですね。緑が効いてて可愛いです。このウォールシェルフめっちゃ可愛いですよね。やっぱりおしゃれな小物を飾りたいですね。で左のフレームの中の羊なんかめっちゃ可愛いじゃないですか。あれはカットクロスなんですよ。この右に映ってるカーテンのカットクロスの一部を飾っているみたいです。いやめっちゃ可愛いですね、このカットクロス。これをねフレームに入れて飾るっていいアイデアですよね。でこちら左側はビリーの、こちらもビリーの本棚のガラス戸バージョンですね。ビリーは扉をいろいろ選ぶことができます。でこちら IKEA の定番丸椅子です。新色が出ていました。ブルーかわいいです。緑のサボテンみたいな置物はじょうろです。デザインが天才的ですよね。キッチンコーナーに移ります。ピクニックの食器セットが出ていました。お皿とコップのセットなんですけども、こうやってコンパクトにまとめられるのが特徴みたいです。なんとカトラリーもセットになっています。この巾着みたいなのもセットになっています。軽くて良さそうでした。カラーリングも派手な原色とかじゃなくってくすみカラーになってておしゃれです。お皿、コップ、カトラリーが4つずつ入ってます。見たことないティーバッグが売ってました。IKEAのティーバッグパッケージがおしゃれなんですよね。こちらは緑茶ということなんですけども、こちらのタグになんかねミルクを入れてもういいですよって書いてあったんですけど、緑茶にミルク入れるって初めて聞きました。入れたことある方いらっしゃいますか？でさっき下にもちらっと映ってましたけども、グラデリグシリーズのマグカップ、今季新色がいろいろ出てるんですけども、こんな渋い柄のも出ていました。縁のグラデーションもすごくおしゃれなんですよね。こちら IKEA の人気の食器セットの新色です。新色って言っても前も緑だったんですよ。でちょっと今度は緑が濃くなって新登場していました。で黄緑のよりも100円値上がりしていると思います。ちょっと大物家具で新シリーズがあったので紹介します。こちらはサイドテーブルです。
とてもおしゃれなスタイリッシュなデザインとなっています。この足の細いデザインがたまりませんよね。でこの足の先端と取っ手がゴールドになっていて、さらに引き出しの中はブルーなんですよ。めっちゃおしゃれですよね。さらに結構機能的でして、この奥がケーブル通せるようになってました。なのでここで充電したりできて良さそうですね。ベッドサイドに良さそうです。でこちらシリーズ展開がすごくって、このサイドテーブル以外にもこんな風にチェストとかも出て、チェストもねいろんな形が出てるんですよ。シリーズで揃えることができます。コーディネートすることができます。でいずれも中はちゃんと引き出しはブルーです。ちゃんとしてますね。でもちろん引き出しはスライドレールです。スムーズに開け閉めできます。でどれも割と大きめだなっていう印象です。さっきのサイドテーブルも他のサイドテーブルよりも大きいなっていう感じでした。でこちらかなり大きめのワードローブもあります。でこちらはですね、片方だけ扉があるっていう仕様になってまして、こんな風に片側に引き出しがついているっていうものです。でいずれもすごい大きいんですけど、足元は細い足になってまして、これが非常に軽やかに見せてるなって思いました。こちらも配線の穴がありまして、照明などの配線がしやすそうです。続きましては限定コレクションを紹介します。新商品たくさんあるんですけど、やっぱり限定商品は先になくなってしまうので、先にね紹介しておきたいなと思います。こちらは名品コレクションでして、すべて手作りとなっています。でこちらはですねボックスなんですけども、結構しっかりしてました。この折り返しデザインがおしゃれですね。これ鉢カバーなんかにしても可愛いんじゃないかなと思いました。しっかり自立しますので。でこちらバスケットコーナーなんですけども、こちらにもいいのがありました。こちらの、バスケットなんですけども、すごく軽くてですね、でもしっかりしてそうでした。六角形の形をしています。浅めですし、リビングのなんか細かいものを収納するのに良さそうです。ティッシュとかリモコンとか、直線的なデザインなので和室にも合いそうです。素材はヤシの葉ということです。天然素材で、しかもハンドメイドなので温かみがありますね。ちょっと照明に飛ぶんですけども、同じ名品コレクションなので一緒に紹介します。こちらのシェードです。ちょっとね小ぶりなんですよ。それが可愛いなと思いました。こちらも天然素材で手編みなのでとても温かみがあります。子供部屋なんかにもとても可愛くなりそうですね。この目が不揃いな感じがすごく可愛いです。電球が丸見えになりますので、電球もデザイン性のある、今これエジソン電球っぽいやつ使われてますけども、こういうのを組み合わせるととてもいいんじゃないかなと思います。コードセットも別売りとなっています。こちらは黒のコードセットと合わせてますけども、白でも可愛くなると思います。ベージュでもいいかも。もう一つ名品コレクションから紹介します。こちらハンギングプランターのコーナーです。こちらの枕目折りっていうんですかね、この紐吊り下げ鉢ホルダーです。ちょっと重なってて見づらいんですけど、このピンクとオレンジのカラーリングのものが限定コレクションになっています。このね上側もピンクとオレンジになっていて可愛いですね。植木鉢って結構低い位置に来がちなので、高い位置に吊るせると目線の位置に来て、それだけで結構おしゃれに見えますよね。IKEA他にもハンギングプランターいろいろ出てます。私はこの白色のを持ってます。モダンな雰囲気がとても気に入っています。IKEA で私が大好きな壁面収納スコーディスという商品があります。こちらの有効ボードです。ピンクとベージュが新色として出ています。めっちゃ可愛くないですか、このディスプレイ。分かりにくいんですけども、正面のものもベージュ色です。このデスクライトがすごい角度になってたんで、ちょっと直しておきました。スコーディスは壁面につけるものなんですけども、こんな風に机にクランプしてつけることもできます。それ用のアタッチメントが売っています。
もうこのミラーのね設置するのもめっちゃ可愛いですし、いいですよね。ミラー全然買うつもりなかったんですけど買ってしまいました。実物見たらやっぱもう可愛いってなりました。留め具はこんな感じになってます。現状子供部屋のスコーディスこんな感じで使ってて、子供部屋のドレッサー的な感じなんですけど、日産フォースにクランプしてくっつけてます。ただ結構これは無理やりな感じでしてあまりおすすめではないです。本当はこの壁に設置できたらよかったんですけど、ここがちょうど引き戸の扉が入ってくるところでつけられなかったんで、日産フォース側にくっつけてます。ここをこのミラーを設置するのにちょっと模様替えをしてみました。はい、こんな感じ。お店のミラーがどうやってつけてるのかちょっとわからなかったんですけど、私はスコーディスのフックに、ちょっと無理やりなんですけど引っ掛けました。こんな風になってます。スコーディスにはいろいろフックとかアクセサリーがいろいろ売ってて、そのうちの一つです。こんな感じ。若干無理がある感じなんですけど、一応引っ掛けることができました。ちょっとね浮いてはしまうんですけど、一応その傾かずにまっすぐになるので良いとします。IKEA で有名なデジタル時計を置きました。でこれ置いてる場所なんですけど、これもスコーディスでのアタッチメントとしてこういうケースみたいな感じで売ってるものの蓋だけを使ってます。それちょっとミニシェルフ的な感じで使いました。こちらの時計はですね、常時電源をつなぐ必要がありますのでご注意ください。でこの紫のクリップなんですけど、今は紫は出てません。結構時期によってこんな感じ、いろんなカラーが出たりなくなったりしています。で今はピンクのこのシェルフとか緑のバスケットとかオレンジのフックなんかが売っていまして、こちらも多分そのうちなくなってしまうと思いますので、お気に入りのカラーが出た時に買っておいてください。でスコーディスつながりでこちら IKEA 渋谷のディスプレイです。このスコーディスの量すごくないですか？あれまたデスクライトすごい角度になってるな。こんな感じでシェルフとかフックとかいろいろアタッチメントがあります。あれこの時計なんか直につけてますね。どうやってつけてるんだろう。というわけでちょっとここを変えてみました。スコーディスのフックを2個つけて、ちょうど穴のところに引っ掛けてます。意外と安定してます。私もデスク横で使ってます。さっきの IKEA 渋谷のを真似して私もヘッドホンをこちらにかけてみました。気軽にアレンジできるのがとてもいいなと思います。このミラー安いんですけど全然安っぽくないんで本当おすすめです。破格ですよ。こんな風に縦に2個並べるのもいいなとちょっと思ってます。この右に映っている黄緑色のワゴンもちょっと気になったんじゃないでしょうか。こちら日産フォースワゴンの新色の黄緑色です。同系色のボックスも新しく出ています。こちらは食器のオフタストが入ってました。そういえばこれも黄緑でしたね。黄緑難しそうですけどね、結構緑で合わせると可愛いですね。こちらにも同じカートがデコレーションされてたんですけども、こちらはグリーンのカトラリーケースを中に入れてました。中段なんかちょっと違った緑なんですけど意外と可愛いですね。100均よりも安いカトラリーケースなんですけど、グリーンってどう使うん？いや引き出しの中でしょって思ってましたけど、こういう使い方も可愛いですね。8月1日からホスタジレコレクションが発売になりました。秋なんですよ。もう IKEA は早いです。発売日が今日なので詳しくはまた来週紹介します。ただこのサービングスタンドですねはもう多分めっちゃ可愛いんですぐ売り切れると思うので、すぐに買った方がいいと思います。去年のホスタジレコレクションはプレートがめちゃくちゃ可愛くて、もうそれも本当にすぐ売り切れたんですよ。なかなかの争奪戦になったので、こちらぜひオンラインサイトをチェックしてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。次回注目の新コレクション紹介していきたいと思います。またすぐ次の動画でお会いしましょう。